ザ・スマグラーお疲れ様チャーハン同窓会イエーイよいしょザ・スマグラ監督の大塚です。よろしくお願いします。キャラクターデザイン作画監督の平松です。よろしくお願いします。トリガーの、プロデューサーの堤です。よろしくお願いします。お願いしますイエーイというわけで今回は平松さんを迎えてスペシャルコラボというわけで、ザ・スマグラーで、お仕事での大塚さんと平松さんコラボをきっかけに、そう久々のね開講で開講、YouTube でもコラボしたいなっていうことで、今回、共演が実現しました。何回やるのこれ何回でもやるんですよ。YouTube です。本日の企画はですね、せっかく平松さん来ていただいたんで、当時ガイナックスから同僚というんですかね、たくさんの作品一緒にされてきたと思うんですけど、そういう話も交えつつ、直近のコラボ、スマグラのお話もちょっとこのお三方でできたらなと思います。プラス平松さんにチャーハン作ってます。それが一番よくわからない。この企画もらった時からなんでチャーハン作るんだよって。確かにね。いや、これはじゃあ経緯説明しますと、平松さんも個人で YouTube をされてるんですよね。そこで、平松さん基本的にはいろいろされてるんですが、絵を描いたりしてるのを YouTube で公開されてるんですけど、いきなりチャーハン作る動画が上がって面白すぎて意味わかんないと思って、社内でも交渉、特に俺に川原が単に気に入ったからやってる。いやぜひ平松さんうちのチャンネルで作ってもらいたいなということでその YouTube はいつも料理してるわけでもではないじゃん。普段はたまたまですよ。そう、落書きしながらそのアニメの作画のこととかそういうことをうんちく喋ってんだけど、それはわかりますよ。その書いてるのを流すのはすごくいいなと思うけど。チャーハンすごいアニメーターがチャーハンじゃあ平松さんの YouTube の中でもちょっと意味不明なやつ。そうそれにコラボする。なんで早速、とりあえずは今から平松さんにまずはチャーハンを作っていただこうと思うので、平松コックよろしくお願いします。おい。よろしくお願いします。コックいや、わかんない。シェフじゃん。高校1年の3学期、紡ぐほどでもない言葉、伝えるほどでもない物語、それでもやっぱり黙ってられない。無理おありがとね。ザ・レンチキュラーズトリガーチャンネルで配信中。平松さんにチャーハンを作ってもらおうと思います。イエーイ。早速じゃあ鉄鍋はもう平松さんがこれは自前です。マイ鉄鍋。なんか育てるっていうじゃないですか、鉄鍋。確かにね。じゃあ育てられたい。そういうことになるのかね。ほう。これ醤油と酒をあらかじめ混ぜて持ってきた。すごい。ちゃんと用意されてる調味料が。そうか。これは期待できる。もう期待しかない。めっちゃうまそう。なんか入れ忘れとかない？醤油は？確かに作ってあ、そう。先生、平松先生ちょっと。いや美味しいよ平松さん。パラってるよ。もっと家でやるとあんな風にならない。いや絶対美味しいでしょ。もう煙やばいから。いやでもね、平松さんが作ってるって時点でもうね、ボン100のね店を超えてますよ。私からすると。なんとかチャーハン完成です。イエーイ。平松チャーハンでしょ。平松チャーハンでしょ。
じゃあ、うんいただきいただきます。まあまあですかね。うまい。うまい。んだ、よかっすた。ごい。毎日作ってほしい。いや、愛情感じました。平松さんの愛を感じました。やっぱまあ基本的には料理はまあ自分で作るのもあるけど、人に食べてもらうのがね、はい。本当は一番いいよね。いや、でもマジうまい。よかった。というわけで、まあ、今回、まあ、そもそもきっかけだったのは、スター・ウォーズ・ビジョンズ3、ザ・スマグラーで、まあ、コラボしたってことなんですけど、平松さんを、まあ、作画監督とキャラデザとして、まあ、オファーをしたと思うんですけど、それはそもそもなぜ平松さんに？まあ、前回もビジョンズをやって、今回が2回目なんですけど、前回はちょっとリアルというか、今回はそれよりももうちょっとアニメっていうか、漫画っぽくというか、まあ本当にザ・アニメみたいな感じでやろうと思ったんですけど、まあそうした時にパッと浮かんだのが、やっぱり平松さんともう一回仕事したいなっていうのがあって、まあもしかしたら監督としてやるのも最後かもしれないんで、っていう時に締めくくりというか、まあ、平松さんともう本当にもう一回だけでもやりたいと思ったんで、オファーをしてみたって感じですね。逆に平松さんもじゃあ、オファーをいただいた側じゃないですか。そうだね。最初その時はなんかどう思われたりとかしましたか？つみこからそういう風に聞いて、もう大塚さんこれで引退するから。いや、最後だからさみたいな。スター・ウォーズにおける私のね、立ち位置って、とにかく大塚さんが引退するんでお願いしますみたいな。前作でもそんなこと言ってた。常にそれ使ってて、それを大塚さんが撤回し、いやまあでも本当に作画の上でもいろんなことを平松さんと一緒にやってこう学ぶこともあったんで、トリガーのスタッフにも一緒になんか平松さんと仕事する機会を作りたいなっていうのがあってお願いしました。だからちょっと若い原画マンとかも今回参加してくれたんですけど、ちょっとやっぱり今のトリガーと違う雰囲気もあるからすごく刺激になったって言ってました。最初はもっとこうカートゥーン的な、あうんのぐらいもう頭身も低くてもいいっていう話だったんだけど、逆に自分の方がその時、まあ、マッパの作品の流れで、ちょっとこうリアルではないけども頭身高めの感じになっちゃってて、頑張って低くしたんだけど、ね、でもまあ、結局あのぐらいが自分が一番やりやすい雰囲気、いいところに落ち着いたのかもなっていう気はしてるけど、結果的にこんぐらいでよかったかなって、最初書いたのはもっと大人っぽかった。そうなんですよ、普通にいやもうちょっと漫画っぽくなんないですかみたいに言って、でもいろいろ苦労してもらって、ね、結果あの形になって、逆に大塚さん的に一番チャレンジングだったものとかあったりするんですか？チャレンジング、あえて一つ挙げるなら。いやまあだからそういう意味では集大成というか、もうなんかアニメの面白さを出しながらスター・ウォーズをやろうっていうのがテーマだったんで、そんななんか新しいことをやるとかではなかったんですかね。内容もねちょうどそんな感じだよね。まあ 4の少し前みたいな感じで、まあ、あの時代のこう世界観っていうのがねちゃんと入ってたから、そこは良かったよね。本当に4が好きなんだなって俺は思いました。やっぱ始まりの物語みたいな。まああの雰囲気をちょっと出したいなと思って。まあ自分はもうそんなに完全にチャレンジングっていうのはないけども、まあリアルに寄っちゃってたのをちょっと漫画に引き戻したいっていうのは思ってたことでもあったんで、まあそれもいいタイミングできたから、その髪型とか、まあ顔目鼻の造形とかをもうちょいこうアニメ寄りにしようと、漫画映画っぽくしたいっていうところがまあ一つはチャレンジングだったかな。キャラデザインオリジナル初、まあそうそう、オリジナルキャラ初っていうのもあるし、あとやっぱりスター・ウォーズだからっていうのがあるのが、ランドスピーダーとかバイクとか、あれをもうデザインできたっていうのがすごく自分としてはもう墓に持っていきそうなぐらい嬉しくて、すごいいい話。それはやっぱスター・ウォーズのやっぱ機体とかが好きだったみたいなことですか？そうだね。メカ的にはやっぱりいいもんね。スター・ウォーズ。スター・ウォーズファンはやっぱ大体メカ好きっていうのは多いと思うけど。自分はメカニック、いわゆるメカ好きではないんだけど、なんだろう、乗り物が好きなんだよ。車両とか電車とか好きですね。働く乗り物が好きだから、確かにその系で
ランドスピーダー。すごい。まあ、それでいて、まあ、クレジットにも載せてもらったけども、リップシンクロをちゃんとやるっていうところ。めっちゃこだわってましたね。普通アニメ作るときはリップシンクはやらないですよね。まあ演出が最低限やってるんでも、口パック合わせるとか、割と自分もこだわる方ではあるんだけど、今回、平松さんがめっちゃこだわってるから、僕は逆にそこノータッチの任せる。珍しいですよ。自分は割とそこ、本当に普段はめっちゃこだわってやってるぐらいだから、それを投げるってなかなかないと思います。まあ、ガイナックスじゃん、我々もともと。で、まあ、安野さんとか、で、その辺のスタッフ、まあ監督なんだけど、やっぱセリフ合わせすっごいこだわる人だったんで、ただまあリップシンクまではやらない。まあ3枚の伝統的なやり方で、ちゃんとニュアンスをきっちり合わせる。ダビングでもセリフ合わせだけで何時間もね、かけるみたいなことやってたのを見てたので、まあそれもあるし、あと自分が動画で最後に、参加してたのが、アキラなんだよね。ああ、そうなんですね。アキラは、動画の最後がアキラなので、アキラはディズニー式のリップシンクロをやってたんだよね。ただ、あれ見てて、これ日本語には合わねえなって正直思った。要はディズニー式、僕、自分も動画時代にディズニーの合作やってたから、やり方知ってたんだよね。要は A から FG ぐらいまであるんだよね。で、まあ、口、まあ、英語のその発音の形に合わせた口の種類で、日本語にない口やるじゃん。F とか V、FV、あと TH のだとかもそうだけど、あと、まあ、もっと言うと下の位置というのも、違うので、それをディズニーはちゃんとやるんだよね。なるほど。だから口パクだけで10枚ぐらい使うので、ただそのやり方をそのまま輸入しても、ちょっと印象がね、日本語のニュアンスとは合わないので、F の口いらないので、で、こう、作品ごとに自分の担当パートとか演出やったりすると、テストというか、まあ、試行錯誤をずっとしてきたんだよね。まあ、それのまあ一種集大成というか、まあ、今回一本丸ごと短編だったからちょうどよかったのもあるし、やってみようっていうんで、もう終わったその原画も上がって、まあ、色もついた状態でもらって、セリフとプレミアでちゃんと合わせて、で足らなければもうそこの TP 状態で追加するみたいなことをやってましたね。めっちゃ真面目な話よ。いやいや、でも確かにこれだと僕ら聞けないじゃないですか。これかなりレアというか、ここまで。そうだね。まあ、幻工場、マッパー、あれでもやってたんだけども、やっぱさすがに劇場で全部っていうのは無理なんで。そうですよ。物量的に。そうだね。ただまあ、昔やってた感覚だと、どんぐらいまあ、テレビ20分弱だったら、50、100はいらない。まあ、そうですね。50から70をちゃんと合わせると、まあ、全部合ってるように見えるっていうのが、見当ついてたんで、まあ、劇場の幻工場の時はそういう感覚でやってて、まあ、見た感じ、それで全然 OK だった。今回、作画も全部デジタルじゃないですか。デジタル、普段、平本さん、今、デジタル、アナログ、どっちが多いんですか？今はデジタル。デジタルの方が多いね。アナログもやるっちゃやるけど、まあ、その、作家、まあ、原画でもそうだけど、もう演出もデジタルだったりするから、そこで紙からデジタルにするのに制作的にすごい、まあそうなんですよね。コスト大変ですもんね。もかかるし、ね、手間もかかるし、時間もかかるっていうんで、だったらもうデジタルでやっちゃった方がいい。大塚さんだって今回、スマグラーの作業一回も鉛筆は握ってないんじゃないですか？鉛筆握ってないね。コンテから多分全部もう福岡に鉛筆置いてないから紙もないし、タブレットなり iPad なりってことですよね。デジタルプレス台もないから、福岡は完全にデジタル化してるんで、いやそうですね。でもそう、マッパも仙台はそうだよね、きっとね。フルデジタル。すごい。それで思い出したんですけど、そのガイナの時に鋼鉄のガールフレンドってエヴァのゲームあったじゃないですか。あれ、マウスで書いてましたよね。書いてた。マウスで書いてた。いや、俺はすごい。どういうこといや、だから、タブレットとかそんなないない時代かだら、デジタル、ゲームでデジタルで書くんだけど、そう。原画は書けないよ。原画は書いてない。ただ、イラストの、着色するのはマウスでカチ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 。いや、あれはビビりましたよね。すごい。言ってた。なんなら、
チャーハン動画で言ってた。平松さんが。その話、チャーハン作る動画で平松さんの YouTube で言ってた。ですよね。言ってた。やべえそういう話だっけあれ。やべ、黒そうだまああれデジタルで仕事をしたっていうのはあれ結構大きいのよ。ゲームだったけど、あれデジタルにアニメ制作がデジタルになるより数年前。そうですよね。そうですよね。だけど、で、それ、ゲーム画面とはいえ、その、原画の動くカットもあるし、でデジタルでこう、やってみると、撮影効果が、やっぱり、結構好きなようにできる。割とね。まだ当時、フォトショップで、結構、稚拙なやり方ではあったんだけど、もう結構これ、絵作れるなっていうのを思って、で、まあ、デジタル化していくだろうっていうのは、もう言われてはいた時代だったんで、もうデジタル化したらこれできるなっていうのは、ちょっとこう、ワクワクする感じが。そういう意味ではデジタル作画の草分けじゃないですか。作画はしてないけどね。でも早めにね、触れてたっていう。まあ、それはマウスですら触れてたというところですね。そうそう。それでトップ2の時にね、3話で。あれでもう、札出し、デジタル札出ししないとってそうですね。で、自分で50もやってないかな。いや、結構やってました。やってたっけ。まあ、引き取って、今でいうその撮影ボードっていうのを作って、で、撮影会社にそれを投げてっていうふうにやって、まあ、それね、マッキーも、鶴巻監督もね、結構効果があるっていうのは分かって、それ以降やるようになって。そうですね。やっぱだいぶ仕上がりがそれで違うな。やっぱ撮影さんで一回やってもらって、そこから見て、こうじゃないのにな、みたいな、その手間がすごい見てて無駄だなと思ったんで、まあこっちからそういうボードを投げといて、合わせてみる、やり方はやっぱり今はどこでもやってる。そうですね。あれが初だったんだ。まあよそでは知らんけど、ガイナではね、みんなでね、今のなっちゃ言えないですけど、まあ朝方までね、みんなで集まってね、札出ししたりとかしてね、20年前20年ぐらい前。当時はそう注釈。そう、今はないです。当時多分、杉さんが一番制作進行としてガイナックスでバリバリとその近くに見てたと思うんですけど、改めてじゃあ今回そのトリガーでやったっていう意味ではどうですか？いや普通にだから2人はまあ私の師匠みたいなものなので、まあなんか制作の仕事って結局その制作進行に教えてもらえないんですよ。で結局演出とか作家が制作の仕事を教えてくれて、なんかそういう意味では大塚さんと平松さんってまさに私にとっての一番最初の師匠というか、深い話だ。いや、これはいい、ちょっと。業界でね、やっぱりなんかその、まああまりにもペイペイな時なんで、まあ本当にその、何も、本当は今だと結構多分制作とかもいろいろその情報があるじゃないですか。松本さんの本とかね。でもそういうのなくて来た人間からすると、なんかアニメーターとか何人か知ってるみたいなこと言われても、誰もみたいな。知り合いいるみたいな。いや、誰もみたいな中で言うと、大塚さんとか平松さんは、そのアニメの作り方をやっぱり教えてくれた人たちなんですよ。で、まさにトップ2の時そう。だって1話は、まあ私も1話の途中から入ってるんですけど、まあ1話は2人とも入ってるし、大塚さんは演出で、でもそのトップの3とか、本当にそのさっきの札出しみたいなことって、なんか、こんなに手入れるんだみたいなことを、本当にその演出のところで、教えてくれたのが平松さんなんですけど、こんな人いないわみたいな、後で分かるみたいな。そう、私にとってはその一番厳しい部分とか、仕事の入りたては、まあ、本当に2人が教えてくれて、で、その2人も多分、業界の中ではね、やっぱすごく優しくて、で、かつ、作品に対して本当に一生懸命になってる人たちだったから、そういう視点で自分も考えなきゃいけないんだなみたいな思っちゃいましたけどっていうことがあったんで、それは本当に今回改めてもう20年ぐらい前からになっちゃうんですけどそんな2人と一緒にやれてまあ良かったなというか、なんかこっちもまだ勉強しなきゃいけないんだなみたいな気持ちになりましたね。まあ60過ぎても2人とも過ぎてるけどまあそれでもまだやっぱり勉強することはあるからね。大塚さん、平松さんが初タッグ組んだ時とか覚えてます？平松さんでもガイナ入ったのエヴァ中から15から15は原画ですもんね。多分一緒にやったのはカレカノで、そうだね。
最初は山瀬さんと別の演出が組むことが多かったんで、はい。 13話が多分最初。ああ、そうか。ああ、翼の回。そうです。あ、コンテ書いたんだ。そうです、そうです。大塚さんがコンテ演出ですかね。そう。で、平松さんが作画家。作家で、まあコンテもちょっとこああ、う、はい。手入れてもらったりもしたんだけど、それが最初かな。その時とかどういう印象でした？いや、まあ、なんで、もう、エヴァントから入って、めっちゃ上手い人がいて、いや、ガイナだから上手い人ばっかなんだけど、はい、ガイナの中でも、なんか日常芝居が特に上手いみたいな印象があって、だからそれがすごく、やっぱアクションとか得意な人がかっこいいとかいうのが多かったから、当時。まあ、その中でやっぱ平松さん、うまいし、手も速いし、すげえな。手が速いって言われること珍しい。ね、今となってるみたいな。いや、当時は、いや、本当に最初の印象はめっちゃ手が速い人でしたよ。まあまあ、それはよくあるよね。その若い頃のスピードがだんだんこう、粘るようになってというかさ、自分もハードル上げちゃうから、そう簡単にこう納得しないっていう感じになって時間かかっちゃうっていうのは、まあよくある話だよね。平間さんの根底をちょっと演出やらないみたいに言われたこともあって、だから、根底がやっぱ抜群にうまくて、っていうことはやっぱ演出が分かってる人なんだなっていうのは。もともと演出やりたかったからね。なぜかアニメーターの方が多いんだけど。アベノマシで覚えてるのは、有志をやるときに、監督なんだけど、まだアベノマシがまだ続いていて、で、7話、平松さんの根底作家の会があって、監督作の準備があるんだけど、演出やっぱりやってほしいって会社から言われて、やっぱり根底が良かったから、いや、これ自分でやりたいなと思って、監督作の準備をやっていながらも、やっぱやらせてもらって、あれとかはやっぱ仕事的に、めっちゃ、時間も、スケジュールもないんだけど、なんか仕上がりも含めて、いいもの作れたなっていうのが覚えているから、やっぱりね、平松さんの根底は良かったんですよね。本当になんかいつもやりたいな思わしてくれる。逆にじゃあ平松さんは大塚さんと一緒に仕事するってなった時にどういう印象でした？大塚さん。そうだね、やっぱその時聞いてたのが高畑さんのところで、ね、演出勉強してっていうのを聞いてたんで、そういう演出の基本みたいなことを、自分が作家にやりながら教えてもらうみたいな、そういうのはあったね。シートの付け方というか、見やすいシートとか、処理の仕方だよね。そう、だから今僕の時に平松さんが演出やる時に勧めたんです。もう平松さんに演出やった方がいいっすよみたいな。なるほど。作家と演出だとなんか使う脳みそも違いますよね。で、作家演出はアベノバシの最終回でやってるのね。あれが絵コンテ庵野さんで、自分が演出と作家だったんだけど、そこが一番だから困ったの。切り分けが難しい。なるほど。コンテだったら演出と作家で別だから、いいんだけど、演出と作家どうしようって、まずレイアウト修正するじゃん。で、一回制作に渡して、で、もう自分に戻ってきて。挟みますもんね。そう。それやんないと、なんか気持ちが切り替わらないから、一回そっちで一回投げるからまた戻してみたいな、謎のことをやってた。仕事面の第一印象とかもちょっと聞いてたんですけど、逆に仕事面以外の、プライベートというかもっと人の部分でヒューマンの話。いや、ヒューマンの話は聞きたいです。平松さんって怒らないなと思って。大変だったりするから、イラッとしたりする人もどうしてもスケジュールが圧迫してみたいなことですよね。なんかそんなことがなく、いつもこう穏やかな感じがして、それもすごく印象に。ガイナが怒る人が多すぎる。激しい人が多い。そうかも。もう、ね。カット袋にマジックで殴り書きする人とかに。そういう時代だったからね。すごい。その中ではじゃあ、平松さん結構ケウ作画のど真ん中にいて、その穏やかなのはじゃあ結構
逆にそこが印象に残ったんですよね。で、まあ、うまいし、手早いし、なんか成人みたいな。すごい株上がってる。よし、さっきのチャーハンに秘密の粉を入れたの。なんか入ってたんだ。聞いてきたな。逆に平松さんはどうですか？大塚さんの人の部分。人の部分。人の部分でもなんか似てるっちゃ似てるんだよね、そういうところははね。音和だし、で、粘るとこ粘るし。そう、だから、こっちが絵コンテでも書いてるし、こういう風なんだけどっていうと、いや、ここはこうした方が自分はいいと思うっていうことはちゃんと言ってくれて、でそこは自分もそれに従うっていうことはちょいちょいあるしね。2人とも温和なんでっていうところに、まあ本当に助けられたのがまあ私だなっていう気はするんで、まあでも確かにみたいなことって結構起こるじゃないですか。そういう時にやっぱ2人には泣きついて何とかしてもらってたなみたいな記憶を今こう20年ぐらい前にそんな感じだよなみたいな気持ちをやっぱ思い出しますね。なんか本当に多分この2人がなんか打ち切れ中間管理職みたいな感じだったらいや多分続いてないなみたいな。やっぱりなんかそういう話を聞いてくれる先輩で、技術というかやり方を教えてくれる2人がなんか本当に聞いてくんない人なんか聞けよみたいな感じだったらいや多分続いてなかったなと思うんで、まあ、今になってもね2人がやっぱ先を進んでくれてるみたいなのはまあ本当ただ幸運だったなみたいなことですね。もう人の運が良かったなっていうことに尽きる。そうか。つみさん、あの話を聞きたいですよね。トップ2の時に、平松さんがよく飲みに行ったら捕まらないという制作からの。それどういうこと？いやでもなんか平松さんもなんかね飲みに行き始めがそのぐらいだったんじゃないかな、トップの後ぐらいかな。まあだけどその後で平松さん結構捕まんない疑惑みたいな感じになってましたけど日が子の時はあれだよ、沖縄料理屋さんがそうだ海かじっていうね、あそこが好きで言ってたで飯行こうって言ってそこ行って青森飲んでそうだまあちゃんと飯も食べるんだね。言ってた。で平松さんいないとか言っていや絶対そこいるでしょみたいないやそうだ思い出してきた今。まあでも平松さんやっぱなんかスロースターターだから、まあ、基本夜型で、なんかやり始めたら結構進むんだけどそのやり始めるスタートが遅いみたいな、もうみんなやってんだけど平松さんちょっと夜目から始まるみたいな感じだったんで、まあだからそれに私も付き合ってこうダラダラねやってたりもしましたし助走が長いタイプ。いやそうなのね。でもなんか本当にこう困る時っていやこれどうすりゃいいんだよみたいなことって結局いやもうこれ平松さんに頼むしかないっしょみたいな感じでみんながなんか平松さんに結局なんか泣きつきに行くパターンが大体そのパターンだったなみたいなことを今日平松さんとかと話すってなったらでもみんなやっぱね最終的には平松さんに泣きつくみたいなことでなんか平松さんの絵力で終わらせてもらうみたいなことはまあしょっちゅうありましたよね。いやそこでグレンも最初そうだったんですよ。いい仕事をするから。そう平松さんに泣きつく。グレンラガンの時最初は入る予定じゃなかったもんね。そう。8話だっけ？そう8話でなんかちょっとここやってって言われて、でグレンラガン楽しいなって言って、そこからどんどん増えるようになっちゃう。もうだから15話とかも450カットぐらいあったんで、あの中の50カット平松さんにちょっと平松さんすいませんみたいな感じで、もう平松さんもなんかもうようわからんけどもうとにかくやってくれるみたいな感じになってたよなみたいな。今思い出せばそうね。なんかそういう中で平松さんはすごい構ってくれたんでそういうなんていうかね今思えばああいうこう構ってくれる先輩というかね上の人ってそんなにいないんですよ。でも今のスタジオも結構やっぱりその若い人たちにとってのそういうなんかちょっかいかけてくれる先輩って、今考えるとめっちゃ貴重だったなみたいな、構ってくれるというか、まあ平松さんたちとかまあなんかそのクイックチェッカーの周りに戸田さんとかが書いてたら、通り過ぎた鶴巻さんがとか平松さんがなんかもっとこうすればみたいなことを言ってくるみたいなこととかあったんですけど、でもやっぱそういうのって時代とともにねちょっと失われつつあるんですけど。まあでもやっぱりそうやってなんかエネルギーあったというか、人に構ってくれるような力が有り余ってた若さなのかもしれないけど、他の会社は分かんないガイナの風土だったかもね。そう確かにそれもなんか最近やっぱ雑談するのむずいっすよねみたいな話をめっちゃするんで、まあでもやっぱそういうのの中心というか上の人で、まあ、特に平松さんだろうなと思うんだけど、そういう声掛けを平松さんがしてくれてたことが
本当に貴重だったなみたいなことを今になって分かりましたっていう。マッパでも新人さんとか今入ってきてるし、まあ、結構たまにチャンスがあれば声かけるようにしてるけど、いやでも貴重ですよね、そういう、まあ、仕事じゃない部分なんで構ってそれでもなんか良いことというかアドバイスをしてくれるみたいな人は大事なんで、みんな大事にしましょう。そういう話ですね。年寄りを大事に年寄りを大事にしましょう。20年弱前って考えると、当時の平松さんの年齢が今の堤さんの年齢です。そう、多分そんぐらい、大塚アンダスとかね。そうなんですよね。いや、そうなんですよ。だから、こうなるのかな。こうなるんだよ。ちょっと、みたいな。いや、でも2人ともやっぱり今でも作品を作るみたいな情熱があり続けてるんで、まあ、そういう姿勢みたいなのは本当になんか教えてもらったんで、まあ、ちゃんとそれを若い人にどうやって受け継ぐのかじゃないけど、どうやって伝えていけばいいのかなみたいなのを常に考えてやりたいなとは思ってますね。お二人から見て堤さんの印象とか聞きたいですけどね、当時。確かに。今はもうだってトリガーの裏のドンなんで。裏のドン。いや、そうじゃないですか。大塚さんとかどうですか？いや、でも当時からドンみたいな感じ。あ、そうなんだ。なんか謎の貫禄があった。あ、そうなんですね。そうなんだ。10代前半で23ぐらいだっけ？当時。まあ、入ったばっかはさすがにね、制作の机にちょこんといて、なんか手持ち無沙汰でキョロキョロしてる感じだったけど、途中からもうマッキーとか俺とかにもグイグイ突っ込んでくるし、まあそういうのがみんな好きだからね、構いがいのあるやつってなんか好きな人が多いから、割とこう可愛がられてたっていう感じ。そうだったんだ。いや、愛されてたんだ。今にしてわかる。20年後にわかる。まあそれはそうかもしれない。そうだよな。シゲトとかもそうじゃん。確かにそう。小山さん。多少のことにはへこたれないっていう。そうなのか。いやでもへこたれないっていうかね、鈍感力ある。いや鈍感力ある。多分。そうめっちゃ覚えてるのはグレンの8話でそのダビングの会場に来ていきなりもう寝るみたいな感じで寝始めて、そうね。さすがと思って。いや私イベントほとんど寝るっていう時間みたいな。実際待ってるだけだから。その前で全ての仕事終わってて、もうイベントは寝るみたいな。まあそんぐらいね疲れてもいるだろうから。いやそんなことしてましたよね。だから絶対寝てるよねとかめっちゃ言われてました。編集とかラミングとか。他の会社どうなんだろうね。いや寝てないでしょ。ないのかな。それ許容されてたしね。なんかまあまあやってたからみたいな。20年以上前だな。まあそう20年以上前の話だね。カレカノの最終回、あの時なんかダビングもうギリギリのギリギリで、ダビングと V 編が同時だったっけ？あれなんかすげえ長くやってましたよね。時間切れて別の V 編会場に行って、感情がもう経営役の切れたから、絵は出来上がってるってことですね。そう他のところにもはしごして、いやすごい。で合計何十時間やったのかなって感じだった。30時間以上やって。いやすごい。聞いてうわーとか思ってました。特殊な作り方してたからねあれね。いや恐ろしいね。さすが。もうないです。もうない。もうないです。注釈20年以上前。ピンポーンってなるやつだな。それちょっと思い出したけど、エヴァの時にその安藤さんとかも編集自分でやってて、編集の方がいるんだけど、もうそんで延々とやってるから、その編集の方も寝ててみたいなことがあって、みんな寝てた。いやそうみんな付き合えない。もう俺帰って次の日来ても同じ状態でやってる。まだやってたみたいな。枯れてますよ。いや人間じゃないですね。すごい。そんな感じで環境で育ってしまったせいだ。確かに。平松さんのことが過去のうちの YouTube のチャンネルで話題になったことがあったんですよ。去年グレン・ラガンとキルラキムの原画展みたいなのしたんですよ。松本さんが、平松さんの原画を見てて、ペラペラしてね。でその時にこれなんで平松さんのこんな感じに描いたんだろう。シモン歯食いしばれなとぶん殴るかってなんですけど、原画をやっていただいたのが平松さんなんですね。原画がこれ1枚目で2枚目でぶん殴ってて、で3枚目で突き抜けてて、でここまではいいんですよ、わかる動きとしては、その後戻ってるんですよ。で普通に殴ってるんですよ。でこれが当時から
原画の意味が分からなくて、なんでこういう原画になってるのかがシートを見ても分からないんですよ。普通に順送りなんで、これが今でも俺答えが出てなくて平間さんに聞きゃいいだけなんですけど、これはどういう意味の原画か分かんない。一度演出としては一撃なんですよ。要するに一発しか殴ってないカットなんですけど、何を意図して二重殴りになってるのか今でも分かんないですね。ただカットとしてはめちゃくちゃ成立してます。印象にも残る方だし、多分お客さんも見てると思うんですけど、これがいまだに広松さんの原画で分かんないですね。はい、分かる方いらっしゃったら教えてください、マジで。それを実際に平松さんに今回やっと聞けるなと思って本人に出アンした。サー動画本人に聞きゃいいんですけどね。その答えはもう端的に言ってわからない。いやでもそういう時あるのよ、なんか。こうピーンとくる感じとかあって、直感みたいなのがあってとか、あとはさっきも言ってた日常芝居が自分実際好きだし、自信もあるんだけど、と同時にカートゥーンと言ってもいいのかな、テックス・エイブリーっていうアメリカのトムとジェリーの間に挟んでた真ん中のやつってよく言われるドルーピーとかね、あの辺のが好きと、アニメーション的にはトム・ジェリーよりもテックス・エイブリーの方が好きなんだけど、あの辺の人たちがやってたことの感覚、なんかスラップスティックな動きとかを自分も好きなんでやってみたいなといつも思っていて、ただやる機会があんまなかったっていうのもあるんで、あのカットをもらった時によしやってみよう。すごい、実験だったね。なるほど。理屈はあんまりないじゃないけど、ただアニメ的にはこう殴るってこう今みたいに顔のアップでこうすると、そのまんまやってもスルンっていくだけなんだよね。なるほど。流れちゃうんで、それをこうガッドンっていう風にするにはこうやって戻すっていう、これをこうグレン・ラガンだからっていうのもあるけど、かなり大げさに誇張してやって、やってみたらうまくいったかなっていう。松本さん聞きましたか？だからシモンがいて、もう途中の絵ないんだよね。もうボカっていってで突き抜けて戻ってますよねって言ってたでしょ。ここは中なしだと思うんだよね。3枚中なしで、ここからギュッてここは1コマで中5枚ぐらい入れてるのかな。もっと入れてたかもしれないけど、ギュッてやってまた中なしでパーンって突き抜けるっていう。あれでもアニメの一種セオリーというか、ストレッチとスクワッシュってやつ、伸ばしと縮む、伸び縮みっていう、大塚康夫さんとかが、アニメの基本は縮ませるのと伸ばすっていうのをこう組み合わせるっていうことにも沿ってるし、その塩梅を誇張するか、自然にやるかの違いなんで、さっきのやつの場合は思いっきり誇張したパターン。いやでもすごい。ついに謎が解けた。それからこそ印象的なシーンでもありますし、そうだね。目に残ったりしますかね。重さも出るし、柔らかさも出るみたいな。ただあれを2回やるとは思わんかったけどね。その後でね。いや1回がうまいだからじゃないですか。今度はシモンがね、あいつロシュにやる。なるほど。いやすごい。松本さんの20年ぐらいの疑問がついに解けました。ありがとうございます。終わりに近づいてますけど、なんでチャーハン同窓会いかがでした？いや美味しかったですね。いやマジですごい。もう一回やってほしい。いや毎日でも食べたい。いや美味しかった普通に。太るよ太る。いやでもすごいいい謎の動画になってると思います。謎動画。なんかスマグラーの話をするのかなと思ってサムネ開いたらめっちゃ平松さんチャーハン作った後にめちゃめちゃダイナの昔話してる。結構激アツな。これも多分うちでしかできない。貴重な。ちょっと割と情報量は多かったかな。はい、ありがとうございました。いいやつですよ。ありがとうございます。じゃあ最後にスマグラー見ていただいて応援していただいた方々にちょっと一言お願いします。はい、そうですね。やっぱキャラクター造形というか、その人間性というか、
含めてやっぱりスター・ウォーズの世界観にハマるっていう風なことが一番自分が心配だったのね、ハマるかどうか。だけどもうすでに公開されて少し時間が経っているんだけども、反響、英語圏の人の反響とかも見ると結構そこはハマっていると受け止めてくれてたかなっていう、感じは受けるね。なんかグリーンのに結構インパクトがあったらしい。まあ、何気にこの人が一番ボスなんじゃないのみたいな言ってる人がいて、こういう反応もらえるのは嬉しいなと思ったんで、そういうキャラの掘り下げというか、スター・ウォーズの世界観でどうかっていうのも、そこも見てもらってもいいと思うし、全然単発のものとしてキャラクターの魅力っていうのがちゃんとこう、楽しんでもらえるといいなっていうふうに思います。普通にやっぱり2人が今もなんかやってくれてるということがすごい健康でと言ったらなんですけどやっぱりこうやって一緒に作品を作るっていうことが一番の財産というか、こういう機会を20年経ってもまだやれるのが嬉しいなと思うんで、じゃあ次また20年後にぜひお願いしますみたいな感じですかね。すみこもすごい喋れるようになってる。ちゃんとビジネストークができる。いや、大人になったの。いい話やな。いいじゃないですか。いや、これなんか嫌だな。いや、やっぱ会社では、やっぱつみさんは後輩モードはあんま見ることないんで。確かに。です。もちろん今井さんとか大塚さんとか先輩ではありますけど、一緒にやっぱ会社を引っ張っていく立場の一人みたいなイメージあるんで。こんなに後輩のつみさん見るの結構貴重というか。そのパターンはもうほぼ平松さんぐらいしかないかもしれない。いや、おもろい。いや、これはだからもう、トリガーチャンネルしか見れないつみさん。逆に言うと。そうかもしれない。いや、そうですよ。確かはに。い、そうですね。もう前回引退するって言いながら、スカイウォーカーサウンドでダビングができなかったのは心残りで、それでカムバックしたんですけども、そのおかげでもう一度平松さんともお仕事できましたし、チャーハンも食べさせてもらっていや、これでダビングもできたし、チャーハンも食べれたし、思い残すことはないかな。いや、なんでそんな。でも本当に楽しい作品にしたいなと思っていて、でキャラもちゃんとこう分かりやすく立つようにしたつもりなので、見ていただいた方は楽しめたかなと思うんですけど、ご覧になってない方はディズニープラスで、ビジョンズ3、見ていただきたいなと思います。イエーイ。ではまたどっかの動画でお会いしましょう。ディズニープラスで見てね。見てね。すごい。めっちゃディズニープラスの人だった。トリガーじゃんけんじゃんけんぽん。ちょっと軽く感動しました。20年越しで回答が来るってなかなか人生でないですね。で、その答えがわからないっていう、これまたちょっと、なんか個人的にすごく嬉しかったです。これって結局技術論ではないところだと思うんですね。その平松さんが人生の中で養っていらっしゃる何かしらの感覚があって、それを平松さんが持たれている圧倒的な画力で表現されたものっていうところで、それが感覚値にできてたっていうことが衝撃ですね。もう平松さん本当ありがとうございます。わざわざご回答いただいて、本当ありがとうございます。ありがとうございます。